はい、クロスタウン森田隼人です。よろしくお願いします。今日は牛肉を使ったすき焼きライスバーガーをご紹介します。1点目はですね、お米の厚さと下味、これが大事です。強めに下味をつけていただいて、お米の厚さはそんなに厚くしないことですね。2つ目、お肉ですけれども、これは煮込むようにしてクツクツと丁寧に火を入れること。3つ目はですね、卵黄を絡めるということですね。この3つを気をつけて作ってみられてくださいませ。ということで、今日ご用意しているのはすき焼き用のお肉ですね。結構いいお肉ですが、これ結構大きいのでバーガーにするためにはこれだいたい半分ぐらいのサイズにしてあげていいと思います。2人前で、100g 用意してあります。バーガー1個で 50g ぐらい使うイメージだと思っていてください。お肉はですね、こういう塊のお肉の場合は常温に戻してあげるっていうことが大事です。お肉は半分に切っておいてあげましょうね。で、ライスバーガーっていうだけあって大事なのがですね、ライスですね。これですね、今日残ってしまったお米とかも置いといても大丈夫です。焼きおにぎりもそうなんですけども、お米って一回冷凍してから解凍してあげても全然美味しいですね。冷凍しちゃったお米の場合は一回レンチンしてその後焼いてあげるとまたこれ美味しくなります。ごまを、2つまみぐらいですかね。香りが出るので、これは焼いてそのコントラストの香りを楽しんでいただきたいと。卵白だけ入れます。なんで卵ってこんなに素敵なんだろう。で、卵黄は置いときますと。卵黄すき焼きで使います。で、あとはですね、丁寧に刻んで混ぜていきますね。で、ある程度混ぜていったらですね、塩コショウもです。塩コショウ、ここでですね、下味をつけてあげてください。この下味をこの段階でつけてあげるっていうのは結構大事です。ある程度強めで大丈夫です。少し強めで振ってあげてください。だからもう卵白と塩コショウとお米ってもはやうまいです。で、卵黄を入れちゃうと色が変わっちゃうし、で味も変わっちゃうんで、あくまでも卵1個、お米、それからお肉、これだけで作っていくっていうのがね、手軽ですよね。はい、こんな感じですと。いい感じですね。4分の1ですね。50g ほど包んであげて、ここで成形してあげます。で、これすごい大事なんですけども、成形するときに厚さ1センチです。結構薄くて大丈夫です。ハンバーガーのことを想像していただけると分かるんですけれども、意外とパンって分厚いと食べにくいですよね。で、あんまり揉まなくていいんですけど、ちょっと強めに、ちょっとだけ強めにですね、作ってあげていただいたらいいと思います。あんまこう叩かないようにしてあげてください。で、丸い感じですね。こんな感じでですね、フライパンです。テフロン使ってください。焦げつかないのに大事ですね。で、弱火で大丈夫です。丁寧にこのまんま焼いてあげます。時間結構かかります。ジクジクジクっと焼いてあげる感じですね。油引くとシャパシャパになっちゃうので、油は引かない。あくまでも水分を飛ばしてあげるようなイメージで。さて、5分が経ったので裏返していきたいと思います。パリッとしてきましたね。美味しそうです。このまままた5分です。そして裏面も5分ですね。見てみましょう。表面にこう結構水蒸気が上がってきて、水分飛んでるのが目で見てわかる。で、あくまでも強火にしないのはテフロンが焦げちゃうんで、お道具も大切にしていただけるっていうのはすごい大事ですね。もうパリッときましたね。焦げ目はないですけれども、バンズとしてはすっごいいい硬さです。ふわ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 、こう弾力っすね。こっちももういいですね。何の心配もいらないですね。すごいいいです。一旦ですね、
バンズというか、お米は、このままですね。保温の意味も重ねて、でそのまんま、フライパン使っていきます。フライパンにはですね、すき焼きの素いきましょう。すき焼きのタレ使います。これストレートタイプ使ってください。で、そこに先ほどのお肉ですね。軽くこうやって、すき焼きのタレでお肉自体を焼肉していくようなイメージですね。で、これも決して強火にしないでください。すき焼きっていうだけあってですね、基本的にはやっぱこう、関東の文化でいうと煮るんで、中火ぐらいで。こうさっきのすき焼きのタレが 20g 全部牛肉に染み込んでいくようなイメージですね。フライパンの角使ってあげてください。もはやすき焼きですね。で、火を止めていただいて、そうすると湯気がじゅわーっと上がってきますんで、そこに卵黄です。卵黄をかけてあげます。軽く和える。このまま食べてももう全然美味しいですけどね。先ほどのバンズです。まだホクホクです。湯気出てますね。そこにスライスした生のアボカド、そして牛肉ですね。ほとばしる。そしてバンズもう一つで挟むと。クッキングシート折りたたんでいただいて、子供さんに食べていただくときにはここら辺シールとか貼ってあげるとね、可愛らしいですね。こう三角に1個だけ折ってあげてですね、ここに入れると、はい、完成です。